皆さんこんにちは。星空写真家タイムラプスクリエイターの成沢宏之です。本日ですね、ご紹介するのはこちらですね。これ見えるかな？メガダプというメーカーのマウントアダプターなんですよ。こちらですね、なんとソニー E マウントのレンズですねがニコン Z マウントで使えるようになるというレンズなんですね。これね、すごく便利なので紹介したいと思います。じゃあ行ってみましょう。ちょっと試しにつけてみましょうか。こちらにはこれシグマさんの20の F1.4 ですね。このレンズレビューしたとき、ニコン Z で使いたいっていう要望が多かったんですけど、マウントアダプターですね。スチャッとつけて、そしてニコン Z のボディですね。はい、取り付けられます。はい、こんな感じで見事取り付けることができました。敏感な方だとちょっと思うのが、ニコン Z マウントとそれからソニーの E マウントって内径全然違うじゃないですか。ソニー E マウントが内径 46mm かな、ここの大きさですよね。でニコン Z こっちの大きさが 55mm なんですよ確か。だからソニー E マウントとニコン Z でだいぶそのマウントの内径が違うから、小さいマウントのやつを大きいマウントにつけることで周辺原稿とか起きるんじゃないかとか、オートフォーカスとかね使う人は結構気にするかもしれない。自分の使ったね所感をお伝えしていきたいと思います。多くの人が気になるであろうこのシグマの 20mm の F1.4 をこのマウントアダプターを返して Z につけた時にどういう写りをするのかというのをまず最初にお伝えしたいと思います。写真見せますね。これです。はい。今までもこのソニー E マウント用から Z に変換するマウントアダプターってあったんですよ。でもね、私もそれ使ったんですけど、やっぱね、周辺原稿結構してたんですよね。で、どうなのかなって思ってたんですけど、このマウントアダプターはね、そんなに気にならないですね。周辺原稿 F1.4 なんで気になるっちゃ気になるのは当然なんですけど、マウントアダプターの影響で周辺原稿出てるっていう感じはあんまり影響を受けないです。こういう電子接点付きのマウントアダプターっていうのはオートフォーカスを使う人の方が多いじゃないですか。だから私みたいにマニュアルフォーカスで使う人の方が少ないんですね。で、星を撮る時にこういう電子接点付きのマウントアダプターって実は結構罠があってですね、再生モードから撮影モードに復帰した時に通電するんですね。その時に通電した瞬間にピントがずれるっていう現象があったんですよ。これ結構タチ悪くてですね、タイムラプスの撮影とかだとピント合ってるなんて確認してよし撮影開始ってやったらそこから全部ピントがずれてるっていうそういう現象があったんですよ。だから基本的にはマニュアルフォーカス用のその電子接点のついていないマウントアダプターを使うっていうのが通例だったんですけど、再生モードから撮影モードに、復帰通電してもピントずれなかったですし、F 値ももちろんコントロールができます。このマウントアダプターは大丈夫でした。だからね、私ねすごく満足してます。でこの素晴らしいマウントアダプターなんですが、購入時はちょっと注意が必要です。必ずですね、正規代理店の商店工房さんか、ヨドバシさんとかビッグカメラさんとか、あとは、カメラ専門店さんは基本的には商店工房さんと取引あると思うんですけども、そこから買ってください。私の概要欄にリンク先貼ってますけど、一応これ Amazon のアフィリエイトリンク貼らせていただいてますけど、これも商店工房さんのリンクになってますね。必ずそこから買ってください。と言いますのも、実は私一回これミスしててですね、全然違うところから買っちゃったんですよ。ポチっちゃったんですよ。そしたらそれはですね、やっぱちょっと問題があってちゃんと動かなかったんですね。商店工房さんから買い直したらちゃんとですね、それ検品したやつを送ってくれたんですよ。何かあった時のアフターサービスっていうのがちゃんとやってくれるんで、正規代理店からちゃんと買いましょうと。で、このマウントアダプター、ここちょっとシール貼ってるんですけど、これは私が暗闇の中でもこれが光るように蛍光シールを貼ってるっていうだけなんで気にしないでくださいね。一応これが箱なんですけどね。取扱説明書とかなんですけど、こういうですね、アップデートができるんですよ。で、アップデートの USB 端子がついてます。はい。
装着方法なんですけど、ここになんか点4つあるの分かりますかね。はい、この点4つにアップデート用のこの USB ケーブルのこの部分にですね、なんか点4つついてるんですよ、これ。ここにね、よーく見るとなんですけど、アップデートって書いてあるんですよ。これよーく見るとですね、ここの端子にこういう感じで、はい、こういう感じで装着します。ここ傾いてますけど、これで問題ないです。この端子4本がちゃんと噛むようになってますね。で、これを USB 端子に接続すると。で、メーカーホームページにアクセスして、ダウンロードファイルを手に入れて、これのアップデートを行うっていうのができます。だからなんか新しいレンズが出てきたりとかしても、これは対応してくれると思うので、その辺も安心の機材じゃないかなと思います。私過去にちゃんと動かないっていうことが実はあったんですけど、その時もアップデートしたら治った。どのメーカーのレンズにも対応できますよっていう話だったんですけど、タムロンさんのレンズだけね、ちょっと注意が必要なんですよ。ここにありますのはタムロンレンズ3種ですね。これが17から28の 2.8、 それから2040の 2.8、 はい。そしてこちらにあるのが35から150の F2 から 2.8 ですね。この3本あるんですが、ちょっとこれをこのマウントアダプターつけてみたいと思います。そうするとですね、タムロンさんってここになんていうかシーリング加工っていうかゴムついてるんですよね。でこのゴムがね、なんかどうやらレンズによって形状が違うのか交差って言っていいのか分かんないんですけど、違うみたいで使えないやつっていうかね、ちょっときついめのやつが多いんですよ。これも今これ結構力入れてますけど、一応入ります。これでも入ります。きついですが入ります。これは1728ですね。それからこれ2040の 2.8、 これにつけるとこの内側の赤いのとこう合わせるんですけど、これ結構きついですよ。2040はちょっときついです。最初ね、こんなにきつくていいのかなってぐらいきつくて、ちょっと回すの怖かったぐらい。ただ何回か付け外ししてると馴染んできてつくようになりました。レンズ側がちょっと削れてるのがちょっと傷がつくんですよね。これ多分しょうがないんだと思うんですよ。で、こちらの35、150ですね。これもつけてみます。これきついな。これきついですね。今、このレンズ実は初めて今つけたんですけど、めちゃめちゃきつかったです、今。ただつきましたね。このまま Z9 につけてみましょうか。取り付きましたが、すごいね。このレンズ、この35、150ってめちゃめちゃいいレンズだからさ、これ結構使えるっていうのは嬉しい方多いんじゃないですかね。出た。で、今ね、これ見えますかね、上から表示。これ、F1000 って出てるんですよ。これね、今、私、手でマウントアダプター回したじゃないですか。ちゃんとついてないのね。ちゃんと回しきれてないってことなんですよ。このつけてる状態でもうちょっと回してください。ほら、カチッていった。カチッていったね。これで、この F 値が4操作できるようになったんで、はい、シャッタースピードの操作もできます。はい、これで問題なく使えます。でね、私このタムロンの2040っていうレンズあるじゃないですか。これ動画系の人が結構レビューしてて人気あるでしょ。で、前からね、気になってたんですよ。で、これ Z で使えたらいいなと思ってたので、ちょっとマウントアダプター返して、この2040の F2.8 をつけてですね、動画を撮ってみましょうか。それでちょっとオートフォーカスをチェックしたいと思います。はい、ただいま Z9 に、10から20の F2.8 をつけて撮影します。で、ちょっとオートフォーカスのね、性能的にこういうことをしてみると思うんですけど、ピンとこないね。来た。一応こうやって動画っぽく、私 YouTuber なんでこういうこと使い方しかしないですけど、こういうのは大丈夫っぽいですね。いけるみたいですね。
これはまあチャンネル視聴者さんがご意見くださってるんですけど、このマウントアダプターを購入してですね、まあ私がいいよとお勧めしたからなんですけど、購入してですね、その方はまあ、動いている胴体ものを撮る方だったんですけど、それでやると、ちょっとやっぱりね、オートフォーカスは物足りないって言ってました。なので基本的には私みたいに風景とか星空とかその生物っていうんですかね、動かないものを撮る人とか、まあこういう動画撮影でのちょっとした緩いオートフォーカスとかを使用する分にはまあ問題ないですよっていうレベルなんだなと思います。一応まあ使えるんですけども、速いオートフォーカスを求める人にはちょっと不向きかもしれませんっていうのはお伝えしておきます。メガダプの ETZ21 というですね、ソニー E マウントから Z マウントに変換するアダプターをご紹介しました。皆さんもこれ使ってですね、ニコン Z の可能性を広げていただければなと思います。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよならバイバイしたっけねー。